20年以上前、双子の探査車が火星に降り立ちました。予定されていた運用期間はわずか90日。しかし彼らは科学者の想定をはるかに超えて14年以上も火星の大地を走り続けました。探査車が残したのは火星のイメージを一変させる衝撃の真実。そして命が尽きる寸前に撮影した最後の写真。火星で14年以上も活動した双子の探査車の生涯を100枚を超える実写画像を通して追体験します。2004年1月3日、NASA の火星探査車スピリットが火星に飛び込んでいきます。これから始まるのは、あまりの難易度から恐怖の7分間と呼ばれている着陸の瞬間です。火星の大気密度は地球のおよそ100分の1未満。無視できるほど薄くはなく、かといって着陸機を十分に減速させるほどの厚みもありません。地球から指示を送って着陸をコントロールすることも不可能です。当時は火星と地球との通信に約10分のタイムラグがあったため、地球で通信を受け取った時には全ての工程が終わっています。人間にできるのは無事に着陸することを神に祈るのみです。スピリットはパラシュートと逆噴射ロケットで落下の勢いを落とします。巨大なエアバッグは衝突の衝撃を和らげる最後の砦。気膨れしたスピリットは地面を28回もバウンドし、最初の衝突地点のおよそ300メートル先で止まりました。地球から火星までおよそ6ヶ月の長旅が報われた瞬間です。およそ1時間半後にエアバッグが収縮。エアロシェルが花びらのように開き、中からスピリットが姿を現しました。これはスピリットが撮影した記念すべき初のカラー画像。他の惑星の表面で撮影された画像としては史上最高レベルの解像度です。地面にはエアバッグに引きずられた跡がかすかに残っています。双子の探査車は地上から約 1.5 メートルの高さにカメラが来るように設計されました。人間の目線とほぼ同じ高さにすることで、まるで人間がその場に立っているかのような視覚を再現しています。スピリットは自分を運んできてくれた着陸機を静かに見下ろしました。背後には見渡す限りの岩と赤い大地が広がっています。この素晴らしい写真はスピリットの力だけで地球に送ることはできませんでした。火星で日々得られるデータは膨大で、送受信にかなりの時間がかかります。また、火星が自転する影響で、探査車は1日のうち約半分の時間、地球を視界に捉えることができません。これを解決するため、火星の周回軌道上にいる人工衛星が、地上にいる探査車からデータを受け取って地球に送っています。中継基地の役割を担った周回衛星は主に3つ。スピリットとオポチュニティからのデータの約 85% はオデッセイを介して地球に届きました。オデッセイの平均的な送信データ量は1日あたり 170.4 メガバイト。スマートフォンの写真50枚前後に相当するデータを数千万、数億キロメートル先から送っています。そのうちの一つが着陸場所の全域を見渡したパノラマ画像。これほど高画質な画像データを送れるのも周回衛星の協力があってこそです。スピリットが着陸したのはクレーターの中でした。直径 166km の巨大な穴、グセフクレーターです。この場所が着陸地点に選ばれたのには深い理由があります。探査車の着陸地点の選定は2年以上もかかるほど難しい課題でした。想定されていた活動期間は90ソル。1ソルは火星での1日、すなわち24時間37分です。活動範囲も限られているため、
広い火星のどこを調べるかによってミッションの成功率は大きく変わります。双子の探査車に託された最大の使命は火星に水があった証拠を見つけることです。火星に生命がいた可能性についてはずっと昔から何度も議論されてきました。もし数十億年前の火星に生命がいたとすれば、液体の水が長期にわたって保たれていた可能性も高いと思われます。水が存在していた決定的な証拠を探すため、水の痕跡があると思われる地点がいくつもリストアップされました。その中の一つ、グセフクレーターの周囲の地形を見ると、ミミズのような長い溝が走っています。まるで水の流れによって地面が削られ、浸食されていたかのようです。太古の昔、グセフクレーターは巨大な湖であり、そこに川が流れ込んでいた可能性があります。その仮説が正しければ、周辺にある岩の成分を調べることで、水が流れていた痕跡が見つかるはずです。スピリットから約20日間遅れて、兄弟の探査車オポチュニティも火星に到着しました。双子の探査車であるオポチュニティは外見も構造もスピリットと全く同じ。コストを削減し、ミッションの成功率をできる限り上げるために2機同時に運用されることになりました。着陸場所はスピリットの着陸地点のほぼ反対側に位置するメリディアニ平原。メリディアニ平原は北海道と同じくらいの面積を誇る広大な平地です。風があまりないことから安全に着陸するのに都合がいい地域でした。ただ、オポチュニティの着陸場所に選ばれた理由はそれだけではありません。過去の調査で発見されたとある鉱物が関係しています。ヘマタイト。地球では基本的に液体の水と一緒に形成される赤鉄鉱です。ヘマタイトを火星で見つけることができれば、火星に水が存在していた大きな証拠になります。オポチュニティも着陸場所を写真に収めました。558枚の画像で構成されており、2004年に彼が撮影した中で最大のパノラマ画像です。スピリットの着陸場所とは対照的に目立った岩が見られず、起伏もほぼありません。オポチュニティが着陸したのは直径22メートルしかないイーグルクレーターの中でした。この場所でオポチュニティは火星探査の歴史を揺るがす大発見をすることになります。スピリットの初めての仕事はグセフクレーターで岩石を削ることでした。岩に穴を開けて内部を観察し、火星の土壌の成分を詳しく調べます。これはスピリットが地面を掘った後を写した画像です。かつて湖があったと考えられているグセフクレーター。その土壌から湖の底に堆積していた物質の痕跡が見つかれば、火星に液体の水が存在していた証拠になります。ところが分析結果が示していたのは火山由来の岩石でした。これでは液体の水が存在していた証拠にはなりません。事前の見立てが外れてしまったのです。スピリットに期待していた科学者にとっては大きなショックでした。しかし落ち込んでばかりもいられません。今の場所がダメなら別の場所を調べればいいだけの話です。幸いスピリットとオポチュニティは自分で前に進むための足を持っています。これこそが彼らの強みです。車輪を持つ車両型の火星探査機をマーズローバーと呼びます。1976年に初の火星への軟着陸を成し遂げた探査機バイキング。この時代まではランダーと呼ばれる着陸機の運用が当たり前でした。ランダーは着陸地点の一箇所を深く分析できる代わりに地表を移動することはできません。それに対してローバーは自らの車輪で自由に移動することができます。
地面を点ではなく面で調べるようになったことで、ミッションの効率が格段に上がりました。もっともローバーの最高速度は毎秒 5cm。危険を回避するため、直進する時の速度は秒速 3.75cm に設定されていました。これは 50m を完走するだけで22分もかかるスピードです。舗装されていない道なき道を安全に進むためには、速さは犠牲にせざるを得ません。着陸地点を離れたスピリットは 370m 離れたボンネビルクレーターに向かいます。着陸地点とボンネビルクレーターの縁のほぼ中間から複数の画像を組み合わせたパノラマ画像。この領域は今までたどってきた平らな地形から隕石の衝突によってボンネビルクレーターができた時に噴き出た岩が連なる地形へと移行する段階にあります。クレーターが形成された時の衝撃で内部の岩盤が露出し、水の痕跡が地表に残っているかもしれません。しかし火山層のさらに下からの噴出物は確認されず、またしても当てが外れてしまいます。これで手近な場所は調べ尽くしました。成果を出すにはもっと遠くまで足を伸ばす必要がありそうです。そこでスピリットはこれまでで最も遠い目的地へと進路を変更します。この画像はスピリットの着陸地点から見た光景。岩が散らばる赤い大地の向こうに映っているのが次の目的地であるコロンビアヒルズです。コロンビアヒルズはより若い火山層に囲まれた低い丘陵地帯。科学チームはそこに水の痕跡があることを期待しました。この時点で着陸からおよそ90ソルが経過。想定されていた運用年数を超えようとしていましたが、スピリットはまだ目的を達成していません。ここから1年半以上の間、スピリットは 2.3km 離れたコロンビアヒルズを目指して長い旅に出るのです。スピリットは着陸地点で思うような成果を残せませんでしたが、オポチュニティは驚くべきものを見つけました。ブルーベリーと命名されたビー玉のように綺麗な球体の石。画像に映っている領域は直径 3cm なので、実際の大きさは本物のブルーベリーよりも小さめです。ブルーベリーを分析したところ、ヘマタイトで構成されていることが判明しました。先ほど言った通り、地球上のヘマタイトは主に水中で形成されます。オポチュニティが発見したブルーベリーの形や構造は、地球の熱水が湧き出る場所で形成されたものと非常に似ていました。そのため、火星のブルーベリーも地下水や熱水の中で生成された可能性がかなり高いと思われます。また、クレーターの周囲には岩石や地層がむき出しになった箇所がありました。その場所を調べると、ジャロサイトと呼ばれる鉱物が大量に検出されます。地球ではかなり珍しい鉱物で、ヘマタイトと同じように水の作用を受けて形成されるものです。それだけではありません。同じ場所から驚くほど高い濃度の硫酸塩も検出されました。これほど高濃度の塩が形成されるには、水に溶かした後に水分を蒸発させるしかないと科学者は考えました。水の存在を匂わせる痕跡がたった一つ見つかるだけならまだしも、複数の痕跡が同じ場所で発見されたのです。これらはかつてメリディアニ平原が液体の水の中にあったと結論付けるには十分な結果でした。オポチュニティは90ソルを待たずして、それも着陸地点のすぐ近くで当初の目的をほぼ達成したのです。時間にはまだまだ余裕があります。オポチュニティの次の目的地はおよそ750メートル先にあるエンデュランスクレーター。この場所には岩盤がむき出しになった岩石がさらにたくさんあると考えられています。次の発見を求めてオポチュニティは歩みを進めました。
最初の90ソルで明暗が分かれたかのように見えた双子のローバー。科学者の想定を超えて活動を続ける彼らは、火星でさらなる深刻な問題と衝撃的な光景に直面します。火星の空を見上げたスピリットの目は、かすかに浮かび上がった白い点を捉えました。僕たちが住む地球です。この画像が地球以外の惑星の地表から地球を撮影した初めての画像となりました。スピリットはコロンビアヒルズを目指してグセフクレーターの滑らかな地表をひたすら走り続けます。コロンビアヒルズの麓でスピリットは不思議なものを見つけました。岩だらけの地面を捉えたこの画像には、ポット・オブ・ゴールド、日本語で金の壺と言われる岩石が映っています。金の壺を拡大すると、突起物の先にある丸みを帯びた塊にヘマタイトが含まれていることが明らかになりました。オポチュニティが見つけたブルーベリーとは形状がかなり違います。この分析結果だけでは水の存在していた証拠とは断言できません。ただ、ずっと大きい成果の出なかったスピリットが水の存在につながる手がかりをようやく掴んだ瞬間でした。ところが、この時期からスピリットの体に異常が起き始めます。右の前輪が正常に動かなくなったのです。原因は機体の老朽化。スピリットはすでにミッション成功目標とされる距離の6倍の距離を走っています。足が弱るのは当たり前ですが、このまま調査をやめることもできません。スピリットは右の前輪を引きずりながら、残りの5つの車輪で後ろ向きの体勢でコロンビアヒルズを登り始めました。右の前輪が正常に動作するまでの苦肉の策ですが、問題はこれだけではありません。冬の到来です。当初に予定していた運用期間は90ソルなので、火星で冬を越すことは全く考えられていませんでした。火星の冬がピークを迎えるのは9月の中旬。火星は地球より軌道半径が大きいため、冬の長さも2倍になります。そしてローバーの動力は太陽光発電です。冬の間は日照時間が減り、ソーラーパネルの発電力も下がります。冬を生き延びるためには、電力を使わない睡眠時間を設けたり、ソーラーパネルを太陽の方角に向けて少しでも発電量を増やしたりと、あらゆる手を使わなければいけません。苦難の時代の到来です。スピリットはコロンビアヒルズの中で最も高い山、ハズバンドヒルに登り始めていました。これは火星の本当の色を再現した画像。背後を振り返ると、走ってきた足跡がしっかりと刻み込まれています。この時期には、スピリットの太陽電池パネルに細かい塵が積もり、発電量が低下していました。タイミングの悪いことに、間もなく本格的な砂嵐の季節の到来です。砂嵐が太陽光を遮ると、発電できるエネルギーはさらに減ってしまいます。ところが、スピリットのエネルギー出力は減るどころかむしろ増え始めました。砂塵旋風が太陽電池パネルに積もった塵を吹き飛ばしたと推測されています。これによって電力の供給量が回復し、ミッションの寿命が大幅に伸びました。スピリットを追い詰めた砂嵐が違う形でスピリットを救ったのです。砂地に車輪を取られながらも、スピリットは頂上を目指して走り続けます。およそ 4.8km を走った後、ハズバンドヒルの頂上に到達。3日間をかけて頂上から360度を見渡したパノラマ画像を撮影しました。頂上はグセフクレーターの平原よりおよそ 100m も高い場所です。大気中に含まれる塵の濃度が変わったことで、空の色が変わっていることもはっきりわかります。スピリットが他の惑星の山を登頂した初の宇宙船となった瞬間でした。
オポチュニティは直径130メートルのエンデュランスクレーターに到達。クレーターの縁から撮影された画像には、むき出しになった岩石や底の部分に広がる砂浜が映っています。こういった画像を見た科学チームは、オポチュニティを侵入させる価値のある場所であると確信しました。科学チームが地球で実験を重ねた結果、オポチュニティがエンデュランスクレーターの傾斜に耐えられることも判明します。そうは言っても、無事に出られる保証はどこにもありません。NASA はオポチュニティがクレーターから脱出できなくなるリスクを背負ってでも、内部を調べることによって得られるメリットを優先したのです。オポチュニティは科学チームの期待を一身に背負い、クレーター内への突入を開始。傾斜の角度はオポチュニティが耐えられる限界である30度よりも小さく、幸い大きな問題はありませんでした。傾斜を下りながら土や岩の分析を進めていくと、イーグルクレーターで観察されたものとほぼ同じヘマタイトのブルーベリーを発見。またクレーターの地下に降りていくにつれて多くの塩分が検出されました。かつてこの場所に深い海とまでは行かなくても、想像以上に大量の水が存在していた可能性があります。危険を冒した甲斐あって火星に水があった可能性がさらに補強されました。しかし余韻に浸っている余裕もありません。これからオポチュニティは過酷な冬を越し、クレーターから脱出しなければいけないのです。幸いなことにオポチュニティは日当たりのいい場所を見つけられたため、冬の寒さをしのぐことができました。次の目的地は南にあるビクトリアクレーター。直径およそ800メートル。これまでローバーが探査した中で最大のクレーターです。その道中、オポチュニティはこんな珍しいものを見つけました。他の惑星で確認された初めての隕石です。バスケットボールくらいの大きさの隕石は岩石ではなく鉄やニッケルで構成されていました。破壊された惑星のかけらが数千万、数億キロメートルも旅をして赤い大地にたどり着いたのです。これまで順調だったオポチュニティは思わぬ落とし穴にはまります。安全そうな場所だと思い込んでいたところ、高さ30センチメートル程度の砂地にはまって動けなくなったのです。地球では取るに足らない障害物でも、火星では脱出不能のあり地獄と化します。科学者は模型を使ってシミュレーションを重ね、脱出方法を模索。車輪が砂に深く沈んだオポチュニティを1ソルに数センチメートルずつ地道に動かし続けます。車輪を192メートルも回転させて、ようやくオポチュニティを1メートル移動させることができ、完全に脱出するまでに6週間もかかりました。砂に埋まったローバーを数千キロメートル先から遠隔操作で動かした科学者の執念と努力には感心するばかりです。地獄の砂丘から這い出たオポチュニティはビクトリアクレーターを目指してひたすら南下していきます。道中に立ち寄ったクレーターで岩石を採取していたところ、オポチュニティに新たな異常が発生します。ロボットアームを左右に動かすためのモーターが故障したのです。ロボットアームは基本的に内部に格納されており、使用する時のみ展開しています。格納した状態でモーターが停止するとアームが使えなくなり、分析調査が二度と行えません。そのため今後は常にアームを伸ばした状態にしておくことになりました。エンデュランスクレーターを旅立ってからおよそ21ヶ月後、科学チームにとって重要地点の一つであるビクトリアクレーターの縁に到達しました。2004年に調査したエンデュランスクレーターの5倍以上あり、8つのサッカー場を並べたほどの広さを誇ります。ビクトリアクレーターが注目されていた理由は、クレーターの壁に
貴重な資料を採取できる岩石がむき出しになっているからです。クレーターの周囲を4分の1ほど走ったオポチュニティはクレーター内部への突入を決行します。ビクトリアクレーターの縁から突き出た岬のような岩石。この周囲の地層を調べたところ、堆積物が地下水によって変質した痕跡を見つけました。岬の麓にさらに近づいて調査を続けたかった科学チームですが、議論の末に断念します。この時、オポチュニティの左の前輪に流れる電流が急激に上がっていたのです。彼に備わっている6つの車輪は想定の10倍以上も長く使っているにもかかわらず、未だに動いています。尋常ではない耐久力ですが、これ以上無理をさせればオポチュニティの寿命が縮まりかねません。オポチュニティには保証書もなければ駆けつけてくれる JAF もいないのです。この決断の背景には、近くに激しい砂嵐が到来していたことも関係しています。オポチュニティの上空は濃い塵で覆われ、直射日光の 99% が遮断されました。これによって発電量は過去最低値まで低下。約6週間にわたって全ての調査活動を中断せざるを得ませんでした。たとえほぼ休止状態であっても、使用する電力を完全にゼロに抑えることはできません。ローバーは重要な電子機器の一部が冷えすぎないように電気ヒーターで体を温めています。長い休眠の末に永久に目が覚めない可能性もありました。間違いなくこれまでで最大の試練です。砂嵐が過ぎるまでうずくまってじっと耐え忍ぶしかありません。オポチュニティがビクトリアクレーターにたどり着く前、スピリットはホームプレートと言われる険しい大地の頂上に到達していました。半円を描いたような地形に複雑に折り重なった岩石が顔を覗かせています。この奇妙な場所でスピリットは大発見をしました。そのきっかけはまさに怪我の巧妙というほかありません。以前スピリットが不調を訴えていた右の前輪は永久に故障してしまいました。壊れて動かなくなった車輪を引きずって移動していたために、地面が偶然削られて中から白い物質が出てきたのです。大量のシリカでした。地球では窓ガラスの主成分として使われており、野菜や穀物、そして人間の体にも含まれています。温泉や火山など熱水活動によって水蒸気が噴き出す場所で生成されており、たくさんの微生物の住処にもなっています。ホームプレートで発見されたシリカの濃度の高さから考えて、その起源に水が関係している可能性がかなり高いと推測されました。また、ホームプレートの頂上付近にある岩石は火山性の玄武岩でした。玄武岩はドロドロの溶岩として噴火することが多く、水に触れた時に蒸気の圧力によって爆発します。これらはホームプレートが火山の爆発によってできた地形であることを示す大きな証拠です。今は死んだように静まり返っている火星も、昔は火山がうなりを上げる活発な惑星だった可能性を示しています。かつてこの周辺の地下は地熱と豊富な水が支える微生物の楽園だったのかもしれません。これまで目立った成果を残せなかったスピリットの努力がやっと報われた瞬間でした。火星の砂嵐は容赦なくローバーの体力を奪います。2008年末にはスピリットの1ソルあたりの太陽電池パネルの出力がおよそ8分の1にまで低下しました。ここまで低くなるとローバーは自前のバッテリーを使わざるを得ません。バッテリーが切れればその時点でスピリットの命は尽きます。2009年になると火星の気まぐれな天気はスピリットの太陽光パネルの塵を吹き飛ばしました。またしても砂嵐に命を救われたのです。十分な発電力を取り戻したスピリットは再び本格的な調査に戻ります。
ところが幸運はそう長くは続きませんでした。ホームプレートを走っていたところ、車輪が砂に深くはまって身動きが取れなくなったのです。これまで似たような事態は何度も経験しています。しかし今回は右の前輪が完全に故障している上に、足元の砂がかなり柔らかく、車輪が完全に空回りしていました。間違いなく今までで最悪のパターンです。科学チームは同じ状況を再現して実験を繰り返し、スピリットを砂地から脱出させる方法を模索します。しかし効果的な手段が見つからないまま、車輪がもう一つ故障してしまいました。これはスピリットが撮影した最後のパノラマ画像。コロンビアヒルズを取り囲む岩や丘が映っています。これがスピリットの送ってきた最後のカラー画像となりました。この画像が最後のメッセージになるとは科学者も考えたくなかったでしょう。スピリットが動けなくなっておよそ10ヶ月が経過。やがて電力の低下したスピリットは連絡を返してこなくなりました。科学チームは再起動を促すコマンドを1300回以上も送り続けましたが、スピリットは固く口を閉ざしたまま動きません。1年以上沈黙を貫くスピリットを見守っていた科学チームも現実を受け入れざるを得ませんでした。スピリットの停止は大きな悲劇に他なりませんでしたが、科学チームは気持ちをうまく切り替えることができました。なぜなら、オポチュニティがまだ生きているからです。スピリットは想定寿命の25倍以上も活動しましたが、オポチュニティはこれをさらに上回る驚異的な記録を残します。ビクトリアクレーターを抜け出したオポチュニティはエンデバークレーターに向かっていました。その距離はこれまでで最長の 22km。目的地ははるかに遠く、周囲はどこまでも同じ景色が続いているようでした。それでもオポチュニティは行く先々で調査をしながら火星の大地に車輪の跡を淡々と刻み続けます。約3年後、オポチュニティの前にエンデバークレーターが姿を現します。エンデバークレーターは直径 22km に達する巨大なクレーターです。ここの地層はオポチュニティが観測したクレーターの中で最も古い約36億年から42億年前に形成されたと推測されています。かつては何度も隕石が衝突し、表面に大量の水があったのではないかと期待されている場所です。ここから過去最大となるクレーターの調査が始まります。オポチュニティはエンデバークレーターの西側の縁に沿って南へ進んでいきました。2012年から2013年にかけてオポチュニティはケープヨークと呼ばれる地形を回り込んだ後、ソランダーポイントを目指します。ケープヨークを調べている中でオポチュニティは素晴らしいものを見つけました。まるで人間が作った縁石のような細長い鉱物です。内部を調査したところ、カルシウムと硫黄、おそらく硫酸カルシウム鉱物の石膏が多く含まれていました。これは地下にある岩石の亀裂を水が流れたことで形成されたと思われる痕跡です。地球では特段珍しい現象ではありませんが、火星では液体の水の存在を証明する決定的な証拠になり得ます。ケープヨークからソランダーポイントへの移動中に、オポチュニティは新記録を樹立しました。他の天体で NASA の宇宙船が飛行した最長距離である
35.744km を更新したのです。この記録は1972年にアポロ17号の月面車が達成したものでした。ソーラーパネルの表面を覆っていた塵はいつの間にか払い落とされ、発電力も回復しています。オポチュニティはまだまだ止まりません。翌年の2015年にはさらに南下し、ケープトリビュレーションと呼ばれる地点に到達。今回のミッションでたどり着いた中で最も標高の高い地点です。この画像を撮影してから約2ヶ月後、オポチュニティが 42.195km を走り切ったことが公式に発表されました。これは地球外惑星でフルマラソンの距離を超えた最初の人類活動になったことを意味します。地球から数千キロメートル離れた星で探査機が10年以上も孤独に旅をしている。42km という走行記録がどれほど凄まじいものか想像するのも簡単ではありません。総走行距離がフルマラソンの距離を上回った時期にたどり着いた渓谷がマラソンバレーと命名されました。マラソンバレーから南下した先にある溝がパーサビアランスバレーと命名されました。この場所は水の流れによって削られて形成された可能性が高いと考えられている重要な調査対象です。マラソンバレーを出発してから約10ヶ月後、オポチュニティはパーサビアランスバレーに到着。この画像はパーサビアランスバレーのすぐ上の領域を映したものです。右側に映っている少し盛り上がった縁の部分は谷を削り取った水の流れ道だった可能性があります。かなり浅い渓谷なので流れる水の量はそこまで多くなかったでしょう。この時点でミッション開始から5000ソルが経過。前人未到の記録を立て続けに達成してきたオポチュニティですが、永遠に旅を続けることはできません。過去最大の脅威がすぐそこまで迫っていました。2018年6月からオポチュニティがいる付近の上空に砂嵐が発生しました。これまでは動かずにじっと耐え続けていれば砂嵐は過ぎ去っていきました。ところが今回の砂嵐が一時的なものではないことが周回衛星のデータから少しずつ明らかになっていきます。6月10日時点で北米大陸とロシアの面積を合わせたほど広い領域が砂嵐に襲われていました。めったに発生しないこれまで火星で観測された中で最も激しい嵐の一つです。火星の大気は地球よりも薄いため、実際の風の強さは砂嵐の規模に比例するほどの強さではありません。それでも強風で巻き上げられた砂や塵は太陽光で動くローバーにとって大きな脅威です。オポチュニティのカメラの視界はみるみるうちに塵によって遮られていきました。嵐の中心にいる彼にとってもはや調査をするどころではありません。空が塵に覆われたことでソーラーパネルの発電力も瞬く間に減っていきます。オポチュニティはミッションコントロールセンターに最後のメッセージを送りました。バッテリーが残り少なくなっていて暗くなってきています。このメッセージはとある記者が NASA の科学者から聞いた内容を詩的に翻訳したものです。オポチュニティは実際には言葉ではなくデータで情報を送信しています。ただこのフレーズは多くの人々の胸を打ち、いろいろなメディアで大きく拡散されました。6月10日、ミッション開始から5111ソルに送ってきた画像がオポチュニティからの最後の画像となりました。それがこちら。太陽を見上げて撮影した画像ですが、塵によって視界が遮られ、大半がノイズに覆われています。画像全体が送信される前に機能が止まり、不完全な状態でデータが送られたため、下の部分が黒いピクセルとして表示されています。これ以降、オポチュニティからの通信は完全に途切れました。
科学チームは8ヶ月以上にわたって通信復旧を求めるコマンドを1000回以上も送信しましたが、沈黙が破られることはありません。オポチュニティのチームメンバーは最後の呼びかけを終えた後、オポチュニティに別れを告げました。スピリットとオポチュニティの旅は終わりを告げました。しかし、人類の火星探査はまだ始まったばかりです。双子のローバーが残した意志は、すでに次世代のローバーに受け継がれています。2012年8月、後継機のローバー、キュリオシティが火星に着陸しました。スピリットとオポチュニティより4倍も重く、性能が全体的に強化されたローバーです。天候に左右されやすいソーラーパネルを脱ぎ捨て、原子力発電によって安定した寿命を手に入れました。すでに想定運用期間を超えており、着陸から13年目を迎えた現在も、火星で生命が存在できる環境を探し求めています。また2021年には、かつて水が存在していたと思われる最有力候補のクレーターにパーサビアランスローバーが着陸。岩石や土壌のサンプルをすでに採取しており、地球に持ち帰るためのサンプルリターンミッションも計画中です。スピリットとオポチュニティは昔の火星の少なくとも一部地域が一定期間湿潤な環境にあったこと、そしてそこが微生物の生存に適した環境だったかもしれない証拠を発見しました。キュリオシティとパーサビアランスの運用には双子のローバーの功績が大きく生かされています。ローバーに新たな可能性を示した今回のミッションは宇宙開発のターニングポイントと言っても過言ではありません。スピリットとオポチュニティが切り開いた火星探査の道を、今度はキュリオシティとパーサビアランス、そしてさらにその先の探査機がつないでいくのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。14年以上のミッションを一つの動画にまとめたので結構長くなってしまったんですけど、内容を全部追いかけていると上昇になってしまうのでかなり情報をはしょっています。キュリオシティとパーサビアランスの話も別の機会に動画にしていくので、続きが気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。あと Amazon プライムビデオでもさよならオポチュニティというドキュメンタリー映画が公開されています。こっちは NASA の科学者の視点からあの時どう思っていたのかっていう裏話も聞けるので、気になる方はぜひそっちも見てみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。